うも単独歩行者です。パニ散歩ではパニガーレに乗っていろいろなところを巡り、おすすめスポットをご紹介しています。本日は関東を離れ、愛知県にやってきており、博物館明治村に向かっています。博物館明治村は、愛知県犬山市にある明治建築を保存展示する野外博物館です。ウェブサイトに記載されている本物の価値を残す、伝えるという理念のもと、壊される運命にあった明治建築を移築することで、明治時代の人々の思いを後世へとつなげています。この地を訪れる人々は、明治の新しい形や心を発見し、体験することができる学びの場、レクリエーションの場としての役割を果たしています。そんな博物館明治村は、昭和40年に建築家の谷口義郎氏と当時の名古屋鉄道社長であった土川元雄氏という同窓生の2人が力を合わせて改装しました。今年で開村から60年を迎えることから、博物館明治村自体もすでに長い歴史を持つ施設となっています。約100万平方メートルもの広大な敷地面積を誇る博物館明治村には、正門のある1丁目から北口のある5丁目まで5つのエリアが広がっています。その広さは1日ではとても回りきれないため、見たい場所を絞って散策するのが良さそうです。今回は参加しませんでしたが、現在博物館明治村では嘘にまみれた修学旅行と題した明治村内を探索するリアル謎解きゲームが開催されています。村内を散策していると、大人から子供まで多くの人がこのゲームで謎解きに挑んでいる様子が見られ、私も参加したい気持ちになりましたが、さすがに1日であれもこれも楽しむのは難しいため、今回は我慢。駐車場は正門と北口の両方にありますが、正門側の駐車場をナビに設定していたにもかかわらず、なぜか北口の駐車場に到着してしまいました。バイク駐車場が正門側にあるかどうかは、ウェブサイトなどでは確認できませんでしたので、訪問を検討している方は、事前に確認してから向かうのが良いかと思います。それでは、到着しましたので早速行ってみましょう。正門には第8高等学校正門が移築されており、そちらもぜひ見たかったのですが、今回は北門から入ることにしました。広大な敷地を歩いて回るのも魅力的ですが、村内では5丁目から4丁目を走る蒸気機関車や4丁目から3丁目を走る京都市電を利用して移動することもできます。今回は蒸気機関車に乗って移動してみることにしましたが、まるでタイムスリップしたような気持ちになりますね。京都市電も非常に可愛らしいので、次回はぜひ乗ってみたいですね。1丁目には現存する最古の県庁舎である三重県庁舎があります。列柱が続くベランダは古代ギリシャ・ローマの神殿に由来する構成で、出入り口や窓には半円アーチや円弧アーチなど洋風の要素が取り入れられているのが特徴です。指示室はとりわけ格式が高い部屋であり、天井を格天井とする衣装がそれを物語っています。4丁目にある日本赤十字社中央病院病棟にやってきました。この建物は木造平屋建てで、寄せ棟造り、三瓦葺きの構造です。ハーフティンバー様式を模した柱型が特徴的で、日本の建物とは思えない優美な外観を生み出しています。この建物は鬼滅の刃で炭治郎たちの傷を癒した蝶屋敷にそっくりだと話題になったことがありますが、実際に見てみると確かにその通りです。5丁目の帝国ホテル中央玄関にやってきました。こちらの帝国ホテル中央玄関は今回特に見たかった建築の一つです。20世紀建築界の巨匠として名高いフランク・ロイド・ライトによって設計されたもので、その独創的なデザインが非常に魅力的です。時代を感じさせない美しい装飾が施されており、それによって他に類を見ない独特な空間が実現しています。時が経つのを忘れてついに行ってしまいますね。本日はこんな感じで博物館明治村を堪能しました。
開館時間から閉館時間まで滞在したものの、今回楽しめたのは全体の 20% ほどだったのではないかと思います。東京からはかなり距離があるため、なかなか訪れるのが難しい場所ですが、またぜひ訪れてみたいと思います。皆さんもぜひ、お近くに行かれた際には、明治時代にタイムスリップするような体験をしてみてはいかがでしょうか。余談ですが、明治時代の文豪、夏目漱石は飼っていた猫を猫と呼んでいたそうですよ、というこすられすぎた雑学をお伝えしつつ締めたいと思います。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。